皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、インド軍がパキスタンに対するミサイル攻撃を実施しました。両国の間における軍事的な衝突、押さえておくべきポイントについて解説していきます。まずは地図を使って場所の確認をしておきましょう。今回両国の軍事的な緊張が高まったその発端は、カシミール地方で発生したテロ事件でした。カシミール地方は、インド、パキスタン双方が領有権を主張しており、支配領域が絡み合っています。どのような報道がなされているかも確認しましょう。読売新聞、インドがミサイル攻撃、パキスタンは報復を示唆、トランプ氏、早く終わることを望んでいる。インド国防省は、軍がパキスタン領とカシミール地方のパキスタン支配地域にある計9カ所のテロ組織の施設を攻撃したと発表した。両国が領有権を争うカシミール地方で4月に発生した銃撃テロへの報復となる。パキスタン軍報道官は、子供を含む8人が死亡、35人が怪我をし、2人が行方不明だと明らかにした。複数のインドメディアによると、攻撃はミサイルによるもので、7日未明に行われた。4月のテロを実行した男が関係していたと、インド側が主張しているイスラム過激派組織、ラシュカレタレバ、LET の本部があったパキスタン東部ムリドケも攻撃対象となった。インド国防省は、焦点を絞り、慎重かつエスカレーションを招かないものだと自制的な対応だったと強調した。攻撃を受け、パキスタンのシャリフ首相は声明で、インドが強要した戦争行為に相応の対応をする権利があると報復を示唆した。また、インド空軍の戦闘機5機を撃墜したとも主張している。パキスタン側は、インド軍が民間人やイスラム教礼拝所を標的にしたと主張している。テロは4月22日に、カシミール地方のインド支配地域にあるパハルガムの離島土地で発生し、インド人観光客ら26人が死亡した。インド政府は実行犯は LED とつながりがあり、パキスタン政府がテロを支援したと主張した。パキスタンは反発し、両国は国境閉鎖や相互の貿易停止に踏み切り、対立が深まっていた。2019年にカシミール地方のインド支配地域で自爆テロが起こった際も、インドは報復としてパキスタンを空爆した。核保有国のインパ間で軍事的な応酬が激化すれば、地域情勢の不安定化は必至だ。トランプ大統領は、残念だ、早く終わることを望んでいると、ホワイトハウスで記者団に語った。これまでもインドとパキスタンの間における軍事的な緊張は何度となく高まり、その度に実際の衝突も小規模ながらも起こってきました。それと今回の大きな違いというのが、水をめぐっての動きです。インド側は今回の一件を理由として、パキスタンと結んでいた水の利用協定の廃止を一方的に宣言しました。インダス川は中国から両国が領有を主張しているカシミール地方を通ってパキスタン領内へと入っていきます。パキスタンは水源の8割をインダス川に頼っており、この水の利用についてインド側が大きな変更を行おうとしています。実際にやるかどうかについてはまだわかりませんが、川の上流部分について流れを完全に土木工事で変え、インド国内へと川の流れを変えるとまで言っています。この点については、これまでの衝突とはまた違った意味を持つことを押さえておくべきでしょう。現在のところインド側は攻撃対象としたのはテロ組織の関連施設であり、パキスタン政府やパキスタン軍に直接攻撃を行うものではないとしています。そのことについてはパキスタン側も認めており、政府庁舎であるとか、軍の基地が攻撃されたといった話はしていません。ただし、攻撃されたのがたとえ民間施設や居住区であろうとも、パキスタンの国家主権を侵害する行為として攻撃が行われたので、報復攻撃も行ったとすでに発表しています。どの程度の報復を行ったのかについてはわかりませんが、インド側で凄まじい被害が出たという話は出てはいないので、銃撃戦レベルの報復だったかもしれません。何にしても、現在のところは国家間の戦闘へとつながらないように、ある程度インド軍は自重した攻撃に留めているものとみられます。ただし、それで今回の話がすぐに収束に向かうかどうかについてはまだまだわかりません。というのも、そもそもテロ攻撃を行った過激派組織、このテロ組織がパキスタン政府とのつながりがあるというインド側の主張については、パキスタン政府は認めてはいないものの、インド側の見方はそうは変わらないでしょう。ですから、今後も継続的に攻撃を行う可能性も十分あります。また、インド国内の世論感情といったものもどうなるかはわかりません。26人が殺害された、その事件に対する報復としての攻撃が今回なわけですが、
これでモディ首相よくやったというふうにインド国内での世論が収まれば、これ以上インド軍も攻撃を激化させない可能性が十分あります。しかし逆に言えば、なんだこの程度かと突き上げが来れば、まだもう一段階上の攻撃をインド側が考える可能性も十分あるわけです。このようなことになっている背景は、インド国内における政治状況として、モディ政権が徐々に支持率が低下してくる中にあって、盤石な政権を維持することがちょっと難しくなっていることが関係しています。またインド国内はヒンドゥー教徒が非常に多く、これらの人たちがパキスタンのイスラム教徒に悪感情を非常に強く持っていることも理由としてあります。そして従来のインド・パキスタンとの間における国力関係から言えば、これ以上事態が悪化することを双方とも避けて、この辺りで収束に向かうというのが、いつものパターンだと考えられています。このことについては、インド側を支援しているアメリカなどは非常に強力に働きかけていることでしょう。というのも国際関係上において現在アメリカと中国の間における関税戦争というものが勃発しています。中国を生産拠点として利用していたアメリカの企業がこれからは中国ではなく他の国々へと生産拠点を移転させようとする動きも出ています。その時に非常に有望視されているのがインドです。ところがそのインドでもしもパキスタンとの間における全面戦争のようなものが勃発してしまえば、ビジネス環境としては非常に危ういものとなり、アメリカの国益にとってもこれは阻害要因となります。ただし、パキスタン側からしてみれば、イスラム系武装組織によるテロ攻撃だったとしても、その報復としてインドがインダス川の水の利用協定を一方的に廃止すると宣言したことは、今後の戦争の種に十分になり得るものです。今すぐ戦争に発展するとは言えない状況なのは、インド側がインダス川の水をどのように今後扱うかにかかっています。例えばダムを多数建設し、川の流れを変えるような大規模な運河を建設するなどして、水の流れそのものが大きく変わるなどすれば、パキスタンにとっては飲料水、農業用水、工業用水、それぞれ非常に幅広く使われていた水の流入が大幅に減少し、このままでは立ち枯れする危険性が出てくるというような危険性が高まれば、従来のイスラム教、ヒンドゥー教といった宗教的な対立や、カシミール地方の領有権といったそういった問題をさらに超えるような形で国家の存続をかける戦いが始まる危険性があるわけです。もちろんインド側がそこまでやらなければそこまで事態は発展しないわけですが、水の利用協定の廃止といったものは、そのような危険性をはらむ非常に危ういものだと言えるでしょう。なお、今すぐそのような大規模な戦闘に発展しない理由として、パキスタンがウクライナ情勢との絡みで砲弾を大量に販売しており、自国の備蓄が今は十分な状況ではないといったことも指摘されています。逆に言えば、外へと売ることをやめて、使用することを前提として備蓄をどんどんと積み上げるようなことをすれば、いくらか先には軍事行動を起こす危険性が高まってくるわけです。と、このように従来のインド・パキスタン間における関係性だけの話であれば、今回報じられているようなテロ組織に対する攻撃、それに対する若干の報復といったところが外交的には収めどころとなります。しかし、今までと異なる要素といったものも含まれるため、今後もインド・パキスタン間における軍事的な緊張は注目し続けなければなりません。国際秩序が乱され、軍事力を行使することのハードルがより低くなってしまった世界においては、ある国が別の国に対して攻撃したといった話が出ても、そして騒がれないような世界へと変わっていきます。このことは日本は全く関係ないというわけではなく、そのような世界の情勢の変化といったものは日本周辺における安全保障問題にも直結することだということを理解しておく必要があります。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はスーパーチャットのご利用などもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。